ステップスポーツ水はてぐる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 ビー片桐です。はい、本日ご紹介していくのはアシックスから出ましたメタスピードエッジご紹介していきます。皆様気になるところはメタスピードスカイとエッジどっちがいいのか、そしてどっちが自分の足に合っているのか、走り方に合っているのかっていうところだと思います。そういったところも含めて比較しながらグルービーがレビューしていきますので最後までよろしく。はい、ということで天白が来ました。はい、早速メタスピードエッジ着用しております。ミッドソールの構造が違います。でアッパーは同じエンジニアードメッシュを使っており、アウトソールも全く一緒の作りとなっております。でミッドソールの違いなんですけれども、前足部の厚みがエッジ薄くなりました。全体的に薄くなりました。でもドロップはメタスピードエッジが 8mm でメタスピードスカイが 5mm となっております。で前足部の厚みが変わったことによってどれだけ走り心地が変わるのか、今から走っていきます。もうね、メタスピードスカイと全然違いますわ。メタスピードスカイ本当につま先でポンポン飛ぶ感じなんですけど、メタスピードエッジは足裏全体で押しているような感触があります。さあ俺メタスピードエッジの方が好きやわ。いいわ。はい、天白川駆け抜けてきました。ちょっと他のシューズと比較しています。メタスピードスカイ、アルファフライネクストパーセント、ベイパーフライネクストパーセント、アディオスプロに比べると今の僕の言った中ではベイパーフライに一番近いです。でメタスピードスカイの方はどっちかっていうとやっぱり前足部寄りになるので、よりアルファフライに近いような感じがしました。スピードっていうだけに着目したらスカイの方がスピードは出る感じがするんですけど、安定感とか後半の足持ちってことを考えたらメタスピードエッジの方がいいです。なので僕がもしマラソンで使うとしたらベイパーフライもしくはこのメタスピードエッジ選びます。はい、ということで走ってきました。でまずグルービー実際に走ってみて、もしマラソンや長い距離で使うとしたらメタスピードエッジを使います。いやびっくりしました。見た目似てるんで言うてそんなに変わらへんのんちゃうかなーって思ったんですけど、全然違います。もうでまずスカイの方はどっちかっていうともうポーンポーンポーンとかよりこう上に跳ねます。よりストライドが伸びるような感じすごく感じるんですけど、エッジっていうのは前足部の厚みが少ない分蹴るというより押すような感じです。足裏全体でこう力をこう逃がさずこう押してくれるような感じでした。トーントーントーンみたいな。で走った時の接地の感触、圧倒的にエッジの方が安定感が良かったです。でこっちの方がちょっとクックっていく感じがあって、より前足部に重心が乗りやすかったです。ちょっと分かりづらいかなと、メタスピードスカイの方がキュンってなってます、角度が。に対してエッジの方はこうなだらかなカーブの曲線になっております。程よいライド感でした。スカイの方が前足部に厚みがあるためよりスピードは出ます。でそしてより上に前に飛びます。しかしその分ピッチ走法で走る選手であったり、こう地面の感覚を意識してしっかりこう足裏で押していく選手にとっては滞空時間が長くなるので、結果エッジの方が接地時間短くなってトータルで見たところエッジの方が最終的に速く走れましたよっていう風になります。エッジの方が感触がいいっていう選手は。まとめますとメタスピードスカイはより飛びたい人、ストライドでつま先を意識して走りたい、そこ重要ですね。つま先を意識して飛びたい人で、メタスピードエッジはミッドフットで走る、蹴るというよりは押すっていう感覚で走っている人、
そういった方はぜひですね、エッジを選んでください。安定感、足持ち重視のエッジ、そしてスピード重視のスカイ、そういった分け方でグルービーはいいと思います。どちらかを選ぶってなっていった時に、ピッチ走法の人はメタスピードエッジで、ストライド走法の方はメタスピードスカイという風にメーカーも歌っております。ただなかなか自分がどっちかなんて分かる人少ないと思います。なかなか判別がつきづらいと思います。これ完全に僕の持論ですよ。僕のちょっとふざけた持論かもしれませんが、見極め方法があります。まずですね、そもそも根本的にメタスピードシリーズ履く人っていうのは基本的にエリートランナーです。過去に大会も出たことあると思います。で、大会やインターバル練習でもう失速、もうガンダレしてしまったと。その時の姿がまさにピッチかストライドを見分けるポイントだと思ってます。これ両極端だと思うんですよ。上向いてってこうめっちゃもがいちゃうみたいなね、こう上向いてぴょん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 こう跳ねる。多分これもう分かると思います。あ、自分だって、こういう風にね上に飛んじゃう人。もう一つピッチは意外と落ちてないっていう。ただもう極端にスピードが落ちてる。この2つに分かれると思います。これ分かると思います。ランナーさんで、特にインターバルとかスピード練習やってる人は気を抜いた時とかもう垂れた時、こういう時って一番自分の弱い部分だったり本当の自分が見えるんで、そこで見ていただくのもグルービーはいいと思います。グルービーの場合はどちらかというと垂れてしまうとこうちょっと上がってこうピョン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 みたいな走り、中間ぐらいだと思うんですよ、自己分析では。でもどっちかって言ったらストライド走法だと思います。で、ストライド走法って聞くと、あ、じゃあこっちが合うんやって思うじゃないですか。僕はねエッジの方が好きでした。これね固定概念にとらわれない方がいいと思います。僕はピッチだから絶対エッジだとか、あんまりねそういう固定概念いらないと思います。僕変な話、僕全部エッジでいいと思います。推進力が前に行って最後まで足持ちが良さそうなのはこっちだっていう風に思いました。だから個人的にはですよ、本当にこれちょっと個人的な意見なんですけれども、ピッチストライドっていうよりは長い距離はエッジで、短い距離はスカイっていう位置づけの方がしっくりきました。短い距離だけだったらスカイの方がねなんかスピード出る気がします。飛びたくなるようなシューズなんですけれども、だからもし僕が、レースで使うとしたら3キロまでだったら僕スカイ選びます。もうそれ以上はもう全部エッジでいきます。もうフルマラソンとかウルトラマラソンなんてもうなおさらですね。安定感もこっちの方が断然いいし、こう地面を捉えて足の筋肉をこう全部使って進んでるような感じがこっちの方がします。確かにこうバネっていう部分で飛ぶっていうところで言ったら確かにスカイの方がいいんですけども、長い距離でのこのアベレージで見たら後半失速せずに結果走り終わったらエッジの方が速く走れてましたっていうような僕の感触です。走ったところなんで僕はもう、今後やるとしたらハーフマラソンとかマラソンになってくると思うのでエッジを選ばせていただきました。どっちかって言ったらストライド走法だと思うんですけど、僕はエッジの方が好きです。で、走ってる時エッジの方が軽く感じました。そうなんです、重さ違うんです。で、メタスピードスカイの方が26センチで 185g、 メタスピードエッジは26センチに対して 175g でした。 10g も違います。軽いに越したことはないですよね。僕は軽い方が好きなんでメタスピードエッジの方が接地感もいいし軽いし好きでした。で、これサイズ感のご紹介もしていきます。サイズ感に関しましてはメタスピードスカイと一緒です。で、他メーカーと比較していきましょう。ベイパーフライネクストパーセントアディゼロアディオスプロに似ています。側長に関しては26センチ同じで大丈夫でした。ただアルファフライと比べるとアルファフライの方が気持ち大きいような感じが僕はしますので、ベイパーフライの方で合わせていただけると大丈夫です。で、同じメーカーソーティーシリーズであったりターサーシリーズ、僕は常に26センチを履いています。こちらも26センチで大丈夫でした。最後までご視聴サンキューな。今回はメタスピードエッジスカイと比較しながらご紹介しました。今回グルービーの持論がちょっと爆発してしまって本当に参考にしていただければなと思います。絶対私はストライドだと思い込んでいるからスカイ、絶対私はピッチだと思い込んでいるからエッジというわけではなく、自分の感覚大切にしてください。グルービーはどちらかというとストライドタイプでしたがエッジの方がよく感じました。で、この動画につきまして高評価ボタン、低評価ボタン、チャンネル登録、そして
コメントの方もどしどしお待ちしております。ということで、最後までご視聴サンキューなはい、最後までご視聴ありがとうございました。デップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。さて、ついに出ましたメタスピードエッジ。メタスピードスカイ、メタスピードエッジ。さあ、どっちなんだいと迷う方も多いと思うんですけども、グルービーはメタスピードエッジをしてましたが、個人的にはメタスピードスカイの方が好きです。やっぱりね、メタスピードスカイ、このスカイという響き、とてもいいじゃないですか。なので、個人的にはメタスピードスカイを押したいと思います。ただ、皆さんはこんな適当な選び方をせずに、ぜひ自分の走り方や特徴、そちらを参考にしてシューズを選んでいただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。